皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の点検現場は消費者金融業界のリーディングカンパニーアコムです。まさに昨日業績の大幅な情報修正と嬉しい増配の発表があり、現場の活気は最高潮に達しています。今回はなぜこれほど稼げるのか、そして利益が爆増したからくりは何なのか、最新の数値を使いながらしっかりと安全確認をしていきたいと思います。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、現場の最新スペックのんびり点検シートから見ていきましょう。配当利回りは直近の増配発表を含めると約 4.5% で、基準の 3.0% をクリアし合格です。稼ぐ力を示す ROE は今期の情報修正により約 11.4% まで急回復する見込みで、目標の 10% をクリアし合格。倒産しにくさを示す自己資本比率は第3四半期時点で 44.6% と、基準の 50% を少し下回り不合格。配当成功は予想で 43.3% と、基準の 50% 以内に収まっており合格です。自己資本比率の不合格の理由も含めて後ほどじっくり深掘り点検して紐解いていきます。続いて事業内容の点検です。アコムがどこで稼いでいるのか、直近の売上の柱を点検します。一番の稼ぎ頭はローンクレジットカード事業で売上の 54.2%、 金額にして1363億円を稼ぎ出しています。次いで信用保証事業が 23.9% で600億円と、海外金融事業が 19.7% で495億円と続きます。アコムの強みは何といっても長年蓄積された1200万人以上の取引データに基づく審査スピードと予診のノウハウです。さらに自社のノウハウを他行のカードローン保証に生かす信用保証事業や、タイなど経済成長が著しいアジア地域での海外金融事業といったリスクを分散しながら複数の柱で手堅く稼ぐビジネスモデルが構築されています。次に業績軌跡点検、過去5年間の稼ぎのトレンドを点検します。売上高は2621億円から直近の予想3377億円へと右肩上がりの綺麗なトレンドを描いています。一方で本業の儲けを示す営業利益は800億円台で安定していましたが、前期の2025年3月期には585億円へとガクッと下がりました。実はこれ本業が不調になったわけではありません。皆さんもご存知の過払い金請求への対応、難しい言葉で言うと利息変換損失引き当て金というものを将来のリスクに備えてドカンと400億円ほど多めに積んだことが原因だったんです。つまりあえて膿を出し切るための前向きなしゃがみ込みだったわけです。その証拠に今期2026年3月期にはその過去の負債の清算という重荷がすっとなくなったため、営業利益は一気に1003億へと V 字回復を果たす見通しです。現場の稼ぐ力は非常に力強い状態だと言えます。それでは会社の体力測定、財務の深掘り点検、直近の貸借対照表の点検です。アコムの総資産は1兆5568億円という巨大な規模を誇ります。そのうちすぐに動かせる手元の現金の貯金箱には686億円が入っています。一方で外部から借りている借金である有利子負債は7169億円となっています。金融業という性質上、外部からお金を調達してそれをお客様に貸し出すビジネスモデルなので、借金が多くなるのは業界特有の構造です。そして会社の倒産しにくさを示す自己資本比率は 44.6%、 私の基準である 50% には届いていませんが、金融業界においては十分に厚みのあるクッション、自己資本を持っており、財務の足場は非常にしっかりしていると判断できます。次は私たちが一番気になる還元姿勢の点検です。アコムの配当金は過去5年で7円、10円、12円、
14円、そして今期の予想22円へと綺麗な階段状に増配を続けています。さらに会社が発表している中期経営計画では、配当成功 50% 程度を目指し、安定的継続的な配当を堅持すると力強い宣言が出されています。株主への還元はしっかり守り、利益が出れば増配していくという会社側の心意気が感じられる素晴らしい還元姿勢です。ここで皆さんが気になっている昨日発表された業績情報修正と利益が爆増したからくりについて詳しく点検します。アコムは通期予想を大きく上方修正し、営業利益を1003億円、最終的な純利益を796億円に引き上げました。この理由は大きく3つあります。1つ目は純粋に本業が絶好調なこと。貸付金の利息収入が会社の計画を上回り、円安の追い風も受けました。2つ目は余計なコストが減ったこと。先ほどお話しした過払い金への対応費用や貸し倒れに対する備えが会社が想定していたよりも少なくて済んだんです。そして3つ目の大きな理由が決算書にある法人税等調整額のプラス効果です。これすごく難しい言葉なんですが、ざっくり言うと税金の計算が変わり、後で戻ってくる予定だった税金が前倒しでドカッと利益に上乗せされたキャッシュバックのようなものと考えてください。アコムの業績が良くなったことで、会社が将来払う予定の税金が安く済むことが確定し、その分がドカーンと利益を押し上げる方向に働いたんです。この本業の売上上振れ、コストの下振れ、そして税金の嬉しい計算変更という3つのボーナスが重なったことで、まさに理想的な形で利益が押し上げられました。これに伴い今期の配当予想も当初の20円から22円へと嬉しい増配が発表されたというわけです。最後にチャートと需給の点検です。株価は一時的に調整局面に入ることもありますが、今回の大幅な上方修正と増配の発表を受けて下値はかなり硬くなっている印象です。信用倍率はやや改ざんが多い状態ですが、配当利回りが 4.5% 前後と非常に高水準であるため、長期保有を前提としたインカムゲイン狙いの投資家にとっては十分なクッション効果と安心感が期待できます。総評です。アコムは消費者金融のトップブランドとして確固たる地位を築きながら、保証事業や海外展開で着実に成長を続けています。過去の利息返還問題という重荷も処理が進んでおり、いよいよ営業利益1000億円超えという新たなステージに突入しました。配当成功 50% という手厚い株主還元方針も非常に魅力的です。理想の指値としては利回り 4.5% を確実に確保できる水準で、じっくりと仕込み場を探っていきたい銘柄です。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。